どうも皆さん、カイトです。サイゲームズが送り出すアクションゲーム、リトルノア楽園の後継者をご存知でしょうか。こちらは2022年6月28日に Nintendo Switch と Steam でリリースされたゲームになります。早速難易度ハードでラストまでクリアしたんですけど、絵に騙されるほど歯ごたえ抜群のローグライトでしたね。もともとはスマホゲーであったリトルノアが今週まで復活してゲーム性能を大幅にリニューアルした感じですね。今回はリトルノア楽園の後継者というおすすめ作品のリトルノア楽園の後継者とは、ジャンル、魅力、ワンポイントアドバイスを簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずリトルノア楽園の後継者ってなんやねんって方に簡単に説明すると、もともとスマホゲーであったリトルノアがベースで、楽園の後継者は主人公ノアの前日譚のお話です。またノアの設定がゲーム中では部分的にしか語られないので、詳細を語ると行方不明となった父親を探す旅に出ている自称天才の錬成術師で、箱舟を操る力アストラルというキャラを錬金術で生み出し刺激する能力持ちです。錬成やら錬金やややこしいですが、こんな感じ。前作とはゲーム性能が大幅に変わっており、リトルノアの時は RTS 俗に言うリアルタイムストラテジーで、空飛ぶ古代兵器箱舟で他の箱舟を襲撃して奪った資源で自分の箱舟を発展させるという戦略的シミュレーションゲームでした。今回は箱舟を修理するために不時着した遺跡を探索するアクションゲームに変わっており、横スクロールダンジョン内を行ったり来たりする感じ。リトルノアのキャラクターがベースなので、アストラルやアニマなど類似点も多いです。次にこのゲームのジャンルになるんですけど、可愛い絵柄のローグライトアクションになります。ローグライクではなくてローグライトになるんですけど、ライトの方がデスペナルティが優しいので合ってるのかなと。不時着した箱舟を拠点にスタートして遺跡を探索、そしてデスってしまった時に錬金したキャラアクセサリーゴールドを全てロストして最初の1ステージ目からやり直しというのがローグライトの鉄則ですね。唯一救いなのが、ロストアイテムは全てマナに変換されて箱舟の修理に使えます。基本的にはアストラルでユニットを組んで攻撃、そしてダンジョン内でアクセサリークリスタルでノアにバフをかけて進んでいく。ダンジョンはランダム構成なので毎回潜るたびに違うのが面白い。アストラル、アクセサリー、クリスタルは出現も中身もランダムなのが運任せ。アストラルは40種類以上いるので、どれが使いやすかを見極めるのが重要です。私はともえさんが個人的にはお気に入り。なんか良くない？ちなみにこちらが体力ゲージで、こちらが回復ポーション、これがダッシュ攻撃回数で、これが超必であるアニマバーストゲージと使える回数、最後にキーとゴールドとマナですね。2段ジャンプ、ダッシュは初めから使えます。ですると所持しているものは全てマナに変換されて拠点に戻り、箱舟修正やアストラルハウスなどを強化できます。忘れがちの台座も永続バフ効果があるので、必ずスタチューを設置しましょう。いろいろとややく見えますが、一応はこんな形です。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、難易度ハードを選ぶべきローグライト。めちゃくちゃライトに遊びたい人はノーマルで全然いいんですけど、ローグライトをじっくり堪能したい方は絶対にハードを選ぶべきと感じ取られました。何を思ったか初見からハードを選択してプレイした瞬間に、やべこのゲームクリアできるかわかんねえと洗礼を受けまくったのがカイト。ステージの数は3つであり、1つに対して5面で計15面を攻略していくんで、ボリュームとしては多くはありません。ですが初見の1ステージ目の5面までが永続バフが少ないんで、めちゃくちゃデス戻りします。アストラルのゴリ押しで勝てるだろうと思った瞬間のワンパンでのダメージ量、さらにはボスのワンパンで3分の1ダメージで発狂、デスった瞬間にソファにコントローラー投げるという3大ウェーブでした。チームレビューで簡単と書いてあったのは嘘だったのかというぐらいの悶絶加減。そう、これがインディーゲームを意識したサイゲームス様の本気ですか。途中で難易度は変えれないので注意してください。2、アストラルでのユニット構成が楽しい。潜れば潜るほどランダムで手に入るのがアストラルなんですけど、当たりが出た時のガチャ要素がめちゃくちゃ面白い。星でのランク付けでレア度が決まる形なんですけど、ランクが高くても使いにくいキャラも多数います。特にロンが見た目最高なんですが、通常のアタックでの突き上げがマジでいらない。ともえさんのご了承感とシーザーの力こそ全てがおすすめですね。アタックに5体、スキルに2体までセットできます。スキルを出しながらアタックで攻撃の繰り返しになるので叩き込みましょう。属性は無、火、氷、
風の4種類で手に入れたアクセサリーでユニットを組むのが良いです。意外にも戦略性は高いんで、ボタン1つのおすすめ編成よりも自分で吟味した方が吉。スキルによる火傷よりも霜焼け、めまいの方が被弾する確率が格段に減ります。個人的にはヒルでのスキルの上段スラッシュが雑魚狩りには良かった。3、ボス戦が苦労するけどそれでいい。1ステージで2体のボスがいるんですけど、マジで手強くて厄介。後にアストラルで登場するキング、クイーン、シーザーのボストリオの中で、シーザーの動きが速すぎて初見殺し感がやばかったです。この風のムーブを出しながらのダッシュツッコミで心折れかけました。そして鉄巨人、バルカン、グレーで、特にバルカンは動きが定まらなすぎて攻撃を当てるのを躊躇していると一気で外れてしまうのがサイゲームズ様やってくれたなと。こういったハードならではのなかなか倒せない敵も初勝利の時の喜びはほんまに達成感ありました。アニマバースト使いまくりでしたが。4、クリア時間は17時間。ハードでのクリア時間は17時間ほどでした。ノーマルだと5時間ほどでクリアできます。これを足がかりいろいろなローグライト系をプレイしてほしいので目安にしてみてください。もう少しプレイが上手かったら15時間ぐらいでいけたかもしれません。最後にワンポイントアドバイスになるんですけど、最初は HP に重点的にバフをかけた方が効率が良いかなと感じ取られました。初期のノアの体力は100でノーマルだと大丈夫だと思いますが、ハードだと半分は持ってかれます。レッドクリスタルでの HP 上昇プラス箱舟修理、左端を全て解放しつつ体力にバフ、ポーションストックや身体スキルを早めに上げた方がプレイしやすかったです。シーザーなどのアストラルも後々解放しておくと便利なので、マナが余ったら振ってみてください。以上になります。可愛い絵柄でコアなローグライト、リトルノア、楽園の後継者。何を血迷ったのかハードで始めてしまい、久しぶりに心折れかけたアクション性、反骨精神によるシステム理解してからの爽快感。この機会にぜひローグライトというジャンルに触れてみませんか。きっと途中のクマの爆発にブチギレ、かつ魔法使いガールの直線ビームに頭に来ること間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。